はい、どうもこんにちは。連日工作です。今日も工作をやっていきます。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、会社のトイレの床タイルがボロボロになってきたので、これを DIY で直していこうという企画になります。このタイルがどんな感じになるんでしょうか。やっていきます。はい、それでは工具説明に入ります。工具はですね、今回マキタのハンマードリルで使ってます。通常ですね、ドリルだとですね、こんな感じでぐりぐり回るんですが、打撃モードに変えることによって打撃を与えていくことができます。これでこのタイルをゴリゴリ削っていこう、張っていこうと、そんなような計画になります。で、注意点としてはですね、他のところに傷つけやすいので、そこはちょっと注意が必要かなというふうに思います。で、打撃機能付きのドリルであれば先端のアタッチメントを変えることで、こんな感じでですね、発力機として使うことができます。で、タイルはですね、まとめてきれいにしておきます。で、どんどん削っていきます。この発力があればですね、簡単なんですが、これを人力でやろうとするとものすごく大変になるかと思います。で、ゴミを拾っての繰り返しになります。この他のところを傷つけないように注意が必要です。で、下に糊がついてるんですが、これはあんまり気にしないですね。理由は後述します。さあ、そして清掃になります。はい、清掃はですね、我々このイタリアンブルームっていうこの毛先がプラスチック樹脂のものをよく使ってますね。これだとですね、毛が抜けなかったりとかですね、あと腰が強いので、こういう重いものっていうのはわりかし履きやすいかなと思って愛用してます。はい、では次ですね、接着剤塗布になります。はい、接着剤がですね、タイルメント社のフレックスマルチを使ってます。これなんでこれにしたかっていうと、この下地がですね、結構グワングワン動くんですよね。で、それによって剥がれてしまったんですが、そのためにちょっと弾力性のある伸び縮みするような接着剤の方が剥がれにくいというふうに考えました。そこでこの弾力性の接着剤を使って選定しています。道具なんですが、この写真の串目ゴテというものを使っています。写真はちょっと接着剤用なんで少し異なるんですが、先端に隙間が空いているので、この固定で鳴らすことによって基準塗布量をつけやすくするというものです。下地のこの接着剤、黒い接着剤がまだ結構残ってはいるんですけれども、これを完全に除去してなかったのは、この今塗ってる接着剤の層っていうのはかなり厚くできるので、あんまり細かく取らないようにしました。下地も傷つけてしまうので。はい、それでは次ですね。モザイクタイルの特徴として、このタイルが等間隔でこの仮の紙でくっつけてあるので、間隔を我々素人があまりですね、調整する必要がないということですね。で、このシート自体バコッとはめてしまうと、綺麗に等間隔に並んでくれるというものになります。で、この紙がついてない方が下になりますね。で、使わない部分はこのシートごと切っておくということで、わりかし簡単に施工ができるようになっております。この貼り付け自体はですね、本当に簡単ですね。むしろ接着剤この塗布の方が、接着剤硬いので大変かなというふうに思います。はい、施工を続けていきます。この要領でですね、できる分だけ接着剤を塗布して、そしてこのタイルを貼っていくという作業になります。当日ですね、35度ぐらいある日だったんですけれども、接着剤を塗りつけて固定で鳴らしていきます。固定で鳴らしていきますね。端っこなんかが塗布量少なくなりがちなので、これもちょっと気をつけるようにしました。で、鳴らしてですね、とこんな感じになります。で、ここにタイルを入れていきます。はい、こんな感じですね。で、ここはですね、カッターで切ってですね、でそこを入れてあげるという形になります。
接着剤を塗布して、ここにタイルを入れていくと。これで、全て完了しました。はい、ここから圧定ですね。接着剤がついているものの、この、下と上が完全に圧着しない可能性があるので、これを圧定していきます。で、これ乗った時にこれずれるので、ここだけちょっと注意が必要かなというふうに思います。はい。で、この台紙、紙なんですけれども、これは水濡らせばすぐ取れますので、これを撤去します。するとこんな感じになります。はい、綺麗になってきましたね。ただ、これ目地のところが、まだ、それほど綺麗ではないので、ここから目地詰め作業に入ります。その前にマスキングをしていきます。はい、テープを貼っていきます。これ車両用の結構強粘着のタイプですね。で、水に濡れてるとくっつかないので、ティッシュで拭き取りながら貼っていきます。こんな感じで、どんどん貼っていきます。はい、では次ですね。目地剤を塗布していきます。今回ですね、DIY 用の本当のこの抗菌タイル目地剤を手配しました。これをですね、規定量入れて手でぐりぐり混ぜていく。粘土ですね。粘土にしていきます。はい、これを手でぐりぐり混ぜていってですね、結構硬い粘土で、そして上にもう気にせずどんどん塗っていってですね、で上からこのヘラみたいなもので押さえつけて目地に充填していくという作業になります。で、残った表面に残ったこの目地剤は、濡れ雑巾かなんかで拭き取ってあげればきれいになっていきますので、とにかくこの目地に充填させるということが重要になっていきます。で、目地剤のカラーって実はいろいろあるので、そのタイルに合ったものを選べばいいと思います。で、あまり粘土が高いとこの中になかなか入っていかないので、なるべく圧力をかけて中に入れるように、上下左右から圧力をかけてあげるということが重要かなというふうに思います。で、表面についたのは濡れ雑巾で拭き取っていくというこの作業の繰り返しになります。そしてこれ全部を行っていきます。そうするとですね、こんな感じになります。はい、ここでですね、拭き取ったとしても多少汚れが残るので、これは水で拭き取ってですね、で翌日乾か後水を拭き取っていきます。はい、ではマスキングテープ取っていきます。きちんと施工できていればこのマスキングテープちゃんと取れるはずなので、きれいに取っていきます。はい、こんな感じですね。非常に綺麗に、なってきました。はい、よく清掃して、これで完成になります。出来上がりはですね、こんな感じですね。非常に綺麗に仕上がったと思います。今回も動画を最後までご覧いただきまして、いつもありがとうございます。コメントとかですね、いいね評価、いつもいただきまして本当に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。